ご神君一つ。我が身は我が身ならず、皆神と神との身と思い知れよ。神の大恩を悟って初めて神恩放射の生活ができる。国恩を感じて社会奉仕の心が生まれ、国民の務めを果たすことができる。神の大恩を悟って初めて神恩放射の生活ができると師匠は教えておられます。この神恩放射ということが大切だと思いますね。愛楽理念は助かりの理念ですね。そのことがそれこそ確信できるようにならなければならないのですけれども、その愛楽理念はなるほど助かりの理念だという確信が至るまでの道のりがありましょうが、今朝教えていただきましたのは、その愛楽理念は助かりの理念というけれども、その効力がある時とない時があると。場合によってはなるほど助かりの理念だなということもあるけれども、場合によっては役に立たないこともあると。いわゆる愛楽理念が助かりの理念として役に立つ時もあれば、役に立たない時もあるということを今朝は教えていただいたように思います。ではどういう時に役に立たないのか、どういう時に役に立つのかということが大切ですね。実は最近聞いたお話ですけれども、あるやはり愛楽で長い間修行をされた先生が、その教会をもう辞められるというのですね。その先生から以前ちょっとの間ですけれどもお話を伺ったことがあります。その際に愛楽理念は役に立ちませんとおっしゃいました。で、役に立つのは信念ですというようなことをおっしゃいました。しかし結局確かに孫先生は信念は持っておられると思いましたけれども、愛楽理念は役に立ちませんでしたと。それでとうとうやめられることになったようですけれども、一体どこがどういうことになったのだろうかと、今朝新中記念の時にそのことをしきりに思わせていただいておりましたら、そこでいただくこと、教えていただくことがそのことなのですね。愛楽理念は役に立つこともあれば役に立たないこともあると。ではどういう時に役に立たないのか。もう一人私はある先生から聞いたことがあります。それはある系列の教会ではご比例をいただくけれども、愛楽の系列ではなかなかご比例をいただかない。ご比例をいただいた教会が少ないといったようなことを、ご自分のところもそのようでしたけれども、ですから最近はお参りも遠のいておられるようですね。そのお二人のことをまた合わせていただくのですけれども、どこがどうあるのかと、これからは結論ですけれども、今朝
教えていただきますのは、愛楽理念、これを人が助かることのために使おうとしても役に立たないと。ある意味、もっとあまりいい言葉ではありませんけれども、愛楽理念を立身出世、自らの立身出世のために使おうとしても、それは効力を発揮しないというのか、効果がないということなのですね。では、どういう時に愛楽理念が助かりの理念としてその力を発揮するのか、効力があるのか。それは愛楽理念を自らが助かることのために使ったときに大いなる効力を発揮するのだと、効果があるのだと。愛楽理念は役に立つのだということなのですね。確かに愛楽理念はある意味道具といえば道具です。しかしその道具も使いようによっては役に立つ時と役に立たない時がある。道具は正しく使わなければ道具としての値打ちがないわけです。この愛楽理念は自らの教会の発展のためとか、自らの立身出世のためとか、人様を助けるためにとか、そういうふうに使ってもあまり役には立たないということなのですね。ではどういう時に役に立つのか。それは自らが助かることのために愛楽理念を使った時に初めて役に立つ効果があるということなのですね。例えば今新型コロナウイルスのワクチンがありますね。このワクチンを自分が持っていても役には立たない。人が助かるためにといって、冷凍庫の中に保存しておいてもそれは役に立たない。もちろん使わなければ役に立たないわけですけれども、そのワクチンを自らの身に打って自らが使おうとしたときに初めて役に立つわけですね。これがまた相手の方がその愛楽理念を自らの身に打つ、ワクチンを自らの身に打つ、いわば行じようとする。その時には効果があるでしょうね。ワクチンがあるというだけでは何の役にも立たないのです。その身にやはり接種しなければ役に立たないということですね。ですから愛楽理念をいかに世の人々に伝えたからといってそれは大して役には立たないということですね。助かりの理念ですと伝えたからといって人が助かるわけではない。その愛楽理念を我がこととして我が身の助かりのために摂取する、使う、行じて初めて愛楽理念が役に立つということになるわけですね。なかなか人様に勧めてもその人様が行じてくださるということはなかなか難しいことですね。ですからまず我が身の上にそのワクチンを接種してなるほど助かりますよということを示さなければとてもいいのか悪いのかわからないワクチンを私にも打ってくださいと
いう人は少ないでしょうね。今その副作用が問題になったりしておりますからね。愛楽理念は人様の助かりのための理念ではない。そういう使い方をしても役には立たない。愛楽理念を立身出世のために使おうとしてもそれは役には立たないということなのですね。どこまでも自らが助かることのために愛楽理念を使うときに初めて助かりの理念として効果が現れる、効力があるということなのですね。愛楽理念はどこまでも自分の身に打って初めて、自分が助かることのために使って初めて役に立つということなのですね。愛楽理念は助かりの理念だが、それが役に立つときと役に立たないときがあるよと。立身出世のために愛楽理念を使おうとしてもそれは役に立たないよと。人を助けるために愛楽理念を使おうとしてもそれはほとんど効果はないよ。自らが助かることのために愛楽理念を使って初めて愛楽理念が役に立つよ、効果があるよということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。